こんにちは。前回の動画で、幽霊 PC を水冷化したのですが、起動できませんでした。原因はメモリーの故障だと分かったのですが、メモリー故障の原因が油没だとしたら、ということで、今回はメモリー故障の原因を調査してみました。まずはコメントにあった、接点復活剤を試してみました。メモリーの浅漬け。一晩経ったので、美味しくなったか、確認します。軽く、油切りして、スイッチ、オン。まあこれで治ったら、PC デポいらないですもん。美味しくなってた。全く期待していなかったんですが、もしかして、接点復活剤は神なんですか？神様のような、接点復活剤によって、接続端子の汚れが洗浄されたと思ったので、無水エタノールで接点復活剤を洗い流しました。エアダスターでエタノールを飛ばして、スイッチ、オン。ぐるぐるから先に進めなくなりました。接続端子の接点復活剤を洗い流したのが、良くなかったのかな、と思ったので、接続端子にだけ、接点復活剤を塗布しました。接続端子に塗布しただけでは、起動できなかったので、塗布する範囲を徐々に広くしていったのですが、結局、全体に接点復活剤を塗布すると、起動することが分かりました。起動の方法は分かったのですが、結局何が原因なのか分かりません。肉眼で見ても、破損などはないように見えますし、ここで、ちょうど良い案件が来ていたのを、思い出しました。インケミクロさんから提供してもらった、LM407 デジタル顕微鏡です。インケミクロさんは Amazon で、デジタル顕微鏡を出品しています。ホームページは見つかりませんでしたが、Amazon の出品者情報によると、中国の河南省、鄭州市の企業のようです。Amazon での評価数は少ないですが、おおむね好感が持てる評価でした。同梱されていた取扱説明書は英語でしたが、日本語版もメールで連絡してくれるようです。日本語版の同梱は準備中とのことでした。組み立てはネジ2本だけなので、簡単でした。完成するとこんな感じです。電源は USB ポートから供給されます。設定などの操作はリモコンで行います。本体に7インチのディスプレイがついていますが、このモデルは HDMI 出力に対応していて、画面を複製することができます。画面を複製するとこんな感じです。フル HD60 フプスで、動画を SD カードに記録もできます。背面のブラケットで本体の高さを調整して、
拡大する範囲が調整できます。調整範囲は、レンズ先端まで 85mm で視野 13mm。レンズ先端まで 50mm で視野 4mm です。被写界深度もそれなりにあるので、焦点の調整も簡単でした。その他の機能としてモノクロ、色反転などがありました。実際にメモリーを拡大観察すると、こんな感じです。視野は 13mm に調整しています。映っているのは接続端子部分で、スロットとの接触痕が見えます。上の方に並んでいる小さな箱は、積層セラミックチップコンデンサーですね。この黒いムカデのようなのは SPD と言われる部品で、メモリーチップの種類や容量を記憶しているそうです。この黒いゲジゲジはスタブ抵抗と言われる部品で、データ転送時の信号ノイズを抑制しているらしいです。で、肝心の異常なところなんですが、発見してしまいました。中央に見える積層セラミックチップコンデンサー。上側のハンダが割れているように見えます。このようなハンダの割れによって、導通不良が起きていたのかも。接点復活剤は、この割れを埋めることで、一時的に導通が良くなり、正常に動作した?よく見ると、フラックスの残差もひびだらけです。正常なメモリーと比較すると、こんな感じです。フラックス残差の被覆によって、ハンダや母材の再酸化を防止しているそうなので、油没した時にフラックスの残差が溶け出して、ハンダが酸化、脆くなって割れてしまったのかも。油没したメモリーは、至るところでフラックスの残差がなくなっていました。これはもしや、と思い油没した SSD も確認してみたら、マザーボードも、